N1 でユうスケが満点を取れるのか知りたいこんにちは。今までユうスケの、仕事の手伝いをやってましたユーマです。もうそんなことはどうでもいいんですけどどうでもよくないけど実は今後ね、なんと彼が大学を休学してまで私の YouTube を手伝ってくれるということで、今後たくさん彼に手伝ってもらっていっぱい動画を上げようと思ってますね、ユーマ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今度動画に出るから、今回は一旦カメラマンということでやっていきましょう。いやもうそんなことはどうでもよくて。どうでもいいか？OK。やっぱ今までゆうすけさんは偉そうに日本語を教えていましたが。偉そうに。はい。うん。偉そうに教えていましたが、本当に N1 を満点取れるのか。そうだね。確かに。そこのところを知りたいなということで、今回、N1 を解いてもらいます。はい。N1 って一番難しいじゃないですか。でも皆さん、私ネイティブなんで、これ満点取れるんですよ、普通に考えて。だから、満点刺さって取っちゃおうかなって思ってます。はい。じゃあもう早速やってもらいます。はい。準備いいですか？バッチシです。OK です。コーヒー飲もう。はい。では準備よろしいですか？はい。では今から110分。リーディングやってもらいます。はい。はい、いきます。用意。スタート。なるほど。今のところどうですか？今のところは、最初のこの、単語問題みたいな。単語問題みたいなのは、俺がよく使うのがあるから。はい。そう。俺のボキャブラリー N1 なんで。はい、うるさいですね。はい。難しい言葉とかも出てきてる俺らからしたら多分簡単。日本人からしたら簡単で、ビジネスとかの場面で結構使う言葉は出てくる。ここにね。でもそれは多分日本語を勉強してる人からしたらめちゃくちゃ難しい。なるほど。そう。OK、問題7いきます。おっと！長文来ました。長文来ました。なるほどね。漢字が多いね。これは難しい。日本語を勉強してる人にとっては。ちなみに今、10分経ちました。マジ？俺もう半分いったで。でも、後半時間かかるかもしらんから。わかんない。むずっ。ちょっと一個やばいのがありました。満点阻止問題か。ピンチです。ちょっと、時間もあるからね。そんな考えないとわかんない感じ？長文って、若干国語みたいな、わかる？文章の前後を考えて、例えば接続詞入れる。だから、文章をそもそもちゃんと理解しないと、解けない問題。で、俺国語めっちゃ苦手だったから、そう、ちょっとピンチです、普通に。いや、これマジでむずいな、どうしよう。消しゴムない、これでいいや。正直感覚なんだよね、結構。感覚。一回、当てはめて話してみる、頭の中で。喋ってみて、これ違和感ないなっていうので選んでるけど、問題が、今違和感ないのが2つ出てきて。なるほど。そう。でも多分これだと思う。
なんか、後ろの問題は、ガチの、普通に日本の小学校、中学校でやった国語の問題。なるほど。うん。筆者の考えに合うものはどれか。ああ。そう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 。で、俺は今、本当に国語って感じだね、じゃあ。マジで国語。問題9。Introducing Kaitenji, a new app for learning Japanese. Kaitenji has many great features that make learning Japanese fun, including vocabulary decks from the video you are watching right now. Please visit kaitenji.com and join our Discord. Links are in the description below. はい。テスト終了しました。で、もう採点も終わってます。一応言っとくけど、マジで不正してません。ね、マジでしないね。もう採点も自分がしました。うん、そう、ユーマがやってくれて、で、今、わかんないです、点数。まあ、正直、結構難しかった。どう満点いけたと思いますか？あんまり自信ない。あんまり自信ない。あんまり自信ない。うん。まあでも、結構いい点数は取れたと思う。あと、俺何分だったテスト。50分ぐらいかな。50分。49分ぐらいだった。49分ぐらい。うん。だからまあ時間も半分ぐらい。残して、ちなみに見直ししてないです。まあね。普通はやった方がいい。普通はやった方がいいです。はい。では、いいですか？点数の発表。点数発表します。今回70問ありましたね。70問あって、まあ、配点がよくわかんなかったんで、1問1点と考えて、70点満点で考えます。はい。で、ゆうすけの点数は、70点満点中、64点です。やばい6問間違えてましたね。結構間違えてます。どこ間違えてた？まず、問題。いいよ。うん。問題8の、まず1個目ね。問題8の。問題8。問題7まで満点？そう。結構ね、前半は合ってて、問題7まで半分以上最初は合ってたんだけど、はい。問題8からの1問目だね。46。1問目問題8の 1。これ？答えは何？は1。はい。まあ、長文だね。長文っていうか、まあ、中文ぐらい。問題8から長文って感じ。そう、問題8から長文。そう、俺、国語苦手なんですよ。まあ、日本人ですけど。日本人ですけど。まあ、でも問題は言えないのか。問題言わない方がいいな。問題は、あれ的に。そう、著作権があるから。言えないけど、どうなんだろう ?70 問中64って。結構、ダメ？どうなんだろうね。なんか俺は69とか68とかが良かった。どうだった？どういうところがいや、なんか、重要なところとか。重要なところは、まあ、語彙力は絶対いる。語彙力は間違いなくいるけど、なんか、まあ、絶対語彙力はあんのよ。俺ね。で、最初の語彙の問題も満点だったから、まあ、多分普通に国語力がない。国語力。で、結構集中力いる。なとは思った。集中力いるなって思った。特に最後らへんに長文がもうたくさん来るから、もう長文、もう長文しかない。問題8以降。だから、その長文が何を伝えたいのか、筆者が何を伝えたいのかを汲み取らないといけないし、そうだね、そこら辺が。まあそういう国語力って感じ。そう、国語の力、読解する力がいるなって思いました。筆者の考えを読み取る感じ。そう、苦手なんです。筆者の考えわかんないんで。まあでも N1 は合格かな？まあ合格だと。さすがにね。いやでも難しい。N1
取ってる人すごいなってマジで思うね。そうこれはなんかその読解に関しては俺もさトイック勉強してて昔ね。でその時思ったのは読解に関してはその語彙力よりもどんだけ俺だったら英語聞いたかでみんなだったらどれだけ日本語聞いたか日本語の文章読んだかだと思うからだからなんだろうちょっと勉強して読解の力を上げて読解でたくさん点数取るのってめっちゃ難しいんよ。だから N1 取れる人って多分結構日本語に触れてるのが多い触れてる時間が多い圧倒的にだと思います。はいはい、どうでしたか皆さん。なんかこんな感じで今後ゆうまくんがサポートしてくれるのでね。よろしくお願いします。はい、もっとなんかいろんな動画撮っていきたいと思うのでこんな動画撮ってほしいなってやったら教えてください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね。